どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイの戦闘動画を見ながら、解説と雑談をしていこうかなと思います。今回見ていくのは、G3 の、初頭レイドになるんですけども、いやもう何ですかね、この環境。やっぱり G3 から G1 って、もう世界違うんですよ。もう押し引きのレベルもそうですし、もう各プレイヤーの熱量がもう半端ないです。このゲームの、本来の楽しさをすべて味わえる環境ではあるんですけど、もう本当に、損耗がやばくてやばくて。もう一瞬でも引き際間違えたら、もう数十万の T6 がいなくなるので、もう気が抜けないのと、普通に当たっても、負傷者がもうバンバン出るので、もう資源と加速がいくらあっても足りなくて。私は今回、600万人ほど、T6 が負傷したんですけど、上位層は、もう当たり前のように、1000万人、2000万人負傷してて、今回、個人ポイントが50億近くまで行ってた、今回の、初頭レイドの、キルが全世界2位の人。その人なんかは、もう6000万人の T6 を負傷させてるんですよ。これ、冷静に考えて、狂ってません？もうどれだけ冷静に考えても、ぶっ飛んでるなぁと思うんですけど、6000万人の T6 を治療するとしたら、もう回復費用だけで、これ何十万円とかかるわけなので。もう正直、もうこれ、上位体については、もう報酬を10倍以上にしても割に合わないレベルなので、マップに応じた報酬の変化っていうのを、まあ個人的にはもう一番運営さんに、求めたいところなんですけども、まあそれは一旦、置いておいて、戦況の方、見ていきましょう。まあこれちょっと、見栄え考えると、まあ絶対に最適化モードじゃなくて、普通のモードで、やるべきだと思うんですけど、普通のモードでやると、もうスキンが、これみんな、最近のスキンってめっちゃでかいじゃないですか。ドラゴンしかり、新しく来た、フェニックスメカしかり。まあ、なので、ターゲットしたい相手が、ターゲットできなくなったり、あとは、その舞台の場所っていうのが、結構わかりづらくなったり、しちゃうので、基本的に、戦うときは、もう最適化モードに、していただくのが、良いのかなと思います。また、ちょっと今回の戦いだと、強い人多すぎるんで、本来だったら、集団戦の時でも、ちょっと奥に行っても、相手の射撃部隊を、狙っていくべきになるんですけど、それよりかは、相手の前に出てる部隊を狙ってます。射撃を狙った方が、キルは稼げるんですけど、もう相手から集中砲火浴びちゃうんで、もうそのように立ち回ってる感じですね。射撃部隊を、まず第一に狙いに行っても、耐えれる状況であれば、射撃部隊を狙いに行って、相手の火力を落とした方が良い場合もあるので、まあ、このあたりのターゲットの取り方や、部隊の配置については、まあ、ここはかなり、戦闘経験が、ものを言ってくるところに、なると思いますし、他の人の戦いを見てると、あ、こういう風に押し引きしたり、こういう風な感じで、部隊をターゲットしていくのが、良いのかとか、まあ、結構、参考になることも、
多いと思いますので、ぜひ、今回の動画も参考になれば嬉しいなと思います。そして今、戦ってるわけなんですけど、結構、この押し引きとかもポイントがあって、まずは追撃してるとき。で、この時は、無理に押さずに、相手の逃げ遅れた部隊を着実に狙っていきましょう。追撃しすぎると、相手も集まってきて、本来、追撃中で人数有利かつ一方的に攻撃できる状況のはずが、相手も集まってきて、逆に人数不利になったりすること、全然あるので、相手の逃げ遅れた部隊や、しんがりを、務めてる部隊を着実に落としていきましょう。また、撤退するかどうかについては、ある程度、味方の動きを見つつになると思うんですけど、ここでポイント、一つあって、なるべく、この戦域を広く見ましょう。押してる時でも、相手の援軍が到着するまでの時間。そして、その援軍が到着した時に、戦況はどうなるか。常に、その先を考えて動いていくのが、良い立ち回りをする、秘訣になるのかなと思います。で、あとは、もう本当に、集団戦の時は、自分より強い人の動きに合わせましょう。自分が、その集団の中で、1位、2位を争うほど強いんだったら話は別で、自分が前に出て、味方を率いていくべきなんですけど、基本的には、自分だけ前に出ても集中砲火されちゃうので、それよりも、自分より強い人の、動きに、合わせていって、その強い人が、前に出たら前に行く。で、逆に、その強い人が引いてたら、もうそれに呼応して、一回体勢を立て直す。そのようにしていただくのが、良いのかなと思います。で、そうすれば、もう孤立することも、少ないと思いますので、結果的に、少ない損耗で、長く戦えることに、つながるのかなと思います。で、あとは、集団戦してるときに、なるべく真ん中行かずに、ちょっと左右の方行っときましょう。結局、左右にいた方が狙われづらいんですよ。なんやかんや。もちろん、それを分かってるから、めちゃめちゃ強い人が、左右から、潰しにかかってくることもあるんですけど、基本的には、真ん中にいると、もう5部隊、10部隊、15部隊で狙われるみたいなことは、左右にいれば起こらないので、そのあたりも気をつけて立ち回っていただくのが良いのかなと思います。では、今回の戦闘動画は一旦、このあたりで、締めたいなと思うんですけども、今回の戦闘動画の続きも、今後投稿していこうと思ってますので、ぜひ、そちらもご視聴いただけると、嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。